ヒロです。今ですね、韓国にいるんですけども、今日はですね、これからですね、韓国と北朝鮮の軍事境界線 DMZ ですね、そっちの方にね、ちょっと今日はツアーで行ってみたいと思います。それではね、行ってきます。DMZ、耳慣れない言葉が出てきましたが、英語で The Military Zone、非武装地帯、緩衝地帯という意味ですね。別の呼ばれ方では38度線、軍事境界線、いろんなね、呼ばれ方がします。1950年から南北戦争が始まり、1953年から韓国、北朝鮮両国は休戦状態になっていて、今現在でも終戦には至ってないんですよね。すなわち半世紀以上経った今も戦争中ということになります。今回はそんな両国の狭間にある場所に韓国側から行って北朝鮮本土を見に行きたいと思います。はい、じゃあね、このバスでね、ツアー行ってきます。はい、それではね、最初の目的地ね、イムジン学に着きました。でね、一応ここね、軍事境界線から南に約7キロの場所にあるんですけども、なんかね、着いた瞬間に僕思ったのが、あれ俺、ツアー間違えたって思いました。で、どういうことかっていうと、なんか僕、軍事境界線の周辺ってもっとなんか、なんだろうな、なんかこう、険しい山岳地帯みたいな感じのことをイメージしてたんですけども、なんか着いてみたらなんか建物めっちゃ綺麗だし、なんか遊園地もあるし、なんか売店もあれば飯屋さんもあるしみたいな、あれなんか思ったのと違うよねって思ったんですね。で、ちゃんと公園の名前でイムジン学って書いてあるんで、間違いはないんですけども、ちょっと思ったのと全然違うなっていう感じですね。はい、今ね、ツアーで、DMZ のちょっと手前ですね、イムジン学公園っていうところに到着しました。で、結構なんでしょうね、軍事境界線なんで、殺伐とした雰囲気というか、結構ピリピリしたムードの漂ってる場所なのかなと思ったんですけど、なんか全然そんな感じないですね。思いっきりなんか観光地みたいな、なんか結構カジュアル化されてるような正直印象ですね。韓国の学生さんの修学旅行先としてもね、結構こう人気があるというか、そんな感じみたいですね。はい、それではね、イムジン学公園内、これからね、回っていきたいと思います。はい、それじゃあね、今ね、祈りのね、塔に来ました。こうやってね、石がたくさんこう並んでるんですけども、この石一つ一つにね、こう北朝鮮の風景が、刻み込んであるそうです。で、こちらから、韓国側から見てね、その北朝鮮の方に残してしまった家族、離れ離れになってしまった家族に対してのね、こう、お祈りを捧げるような場所だそうです。お正月シーズンになるとね、ここを訪れて、北朝鮮、韓国、離れ離れになってしまった家族に対してのね、こう、なんかはい、次はね、イムジンガンスカイウォークという場所ですね。入場料2000ウォン、日本円で200円ぐらいですね。朝鮮戦争中に北朝鮮の進軍を食い止めるために韓国軍が爆破した線路の橋脚部分が残っている場所です。このエリアはね、撮影禁止だったのね、遠目からですけどもね、手前にある黒い塊が戦争中に韓国軍によって爆破された線路の橋脚の残骸ですね。で、その奥の白いやつは休戦になってから作られた新しいものですね。当時かなり逼迫していたのがね、分かりますね。戦前はね、このイムジン学を中心に見て、韓国のソウル、北朝鮮の首都ピョンヤンをね、一本でつないでいたそうです。で、次にこの列車なんですけども、爆破された路線に実際に残されていたものがね、展示してありました。列車の前に来ました。で、この列車はですね、北朝鮮と韓国、朝鮮戦争をしている時に実際に使われていた車両ですね。北朝鮮側から、韓国側への、ね、侵攻を防ぐために橋を爆破したんですけども、線路の中に取り残された車両です。なんで実弾が跡がたくさん残ってます。はい、今ね、こっち見えてるのがね、平和のリボンっていうものになります。南北の統一や戦争の終結、平和の訪れなどね、韓国語を中心にいろんなね、国の言語で書いてあるそうです。やっぱりね、こういう場所にね、平和祈願とか、そういうメッセージがね、書いてあるとね、よりね、こう考えるというか、グッとくるものがあるかなと思います。はい、それではね、これからですね、DMZ 内にぐっと近づく北朝鮮がね、肉眼で見えるね、エリアにね、向かいたいと思います。
それでね、そこに向かう途中なんですけども、こうやってね、韓国軍の人がね、パスポートを身分証として身元確認をしてきますね。確認されてる時ね、結構ねピリッとしたねムードになってた気がします。あくまでもね停戦しているだけでね終戦はしてないのでね、やっぱねそれはね忘れちゃいけないと思います。はい、それではね、北朝鮮が肉眼で見えるドラ展望台に到着しました。ここにはね、韓国、北朝鮮のね、歴史の資料とかがね、たくさん展示してありました。ほとんど英語、韓国語なんですけども、中にはね、日本語の吹き替えの資料もね、ありました。それではね、今見ていただいているのが北朝鮮のケソン工業団地という場所になりますね。やっと北朝鮮ね、肉眼で見れました。で、ここなんですけども、昔にですね、韓国と、北朝鮮共同プロジェクトで、建てられた、工業団地になります。で、韓国出資の、韓国の企業さんが、進出して、北朝鮮の土地、あと労働者ですね、を雇って、一緒にプロジェクトを進めてたような感じでした。ただ、2016年ぐらいからですね、現段階ではね、稼働中止という形になってますね。理由としては本当にもうミサイルとか、そういう軍事的なものだと思います。でね、ちょっと面白かったのが、この工業団地の中にね、ファミリーマートがね、あるそうです。ちょっとあるのかあったのかはね、ちょっと定かじゃなかったんですけども、ファミリーマートはね、このケソン工業団地に進出していたそうです。なんか意外ですよね。からですね、その今、ケソン工業団地、望遠鏡を通して見えるんですけども、このケソン工業団地自体は、外から見られてるのが分かってるそうなので、かなりね、対外的な、意識をしている場所だそうです。なんで、建物もそうですし、風景とか、雰囲気もそうですけども、普通の国ですよみたいなというか、特にそういう、民主主義で、金王朝を中心とした、国がね、しっかり成り立ってますよというようなね、アピールをするような形で、かなりね、ここ、ケソン工業団地をね、大事にしているそうです。はい、それではね、次はね、第3トンネルになります。ここなんですけども、ちょっと撮影禁止だったので、内部はね、撮れなかったんですけども、画像とか、音声というか説明でね、皆さんとシェアしていきたいと思います。でね、ここなんですけども、何のトンネルなのかって言いますと、北朝鮮から韓国に向けて掘られた軍事利用を目的としたトンネルです。北朝鮮側の DMZ から韓国側の DMZ に、密かに掘られたトンネルですね。1978年にね、韓国側がこのトンネルを発見して、公表をしました。ただね、その時に北朝鮮はね、案の定ね、バックレというか、いや、私たちそんなこと知りません。掘ってないですよ。しかも挙句にですね、それ韓国産から掘ったんじゃないですかみたいなことをね、言い出してたそうです。もうね、2社間でね、嘘作ってね、もうやばいっすね。こんなの通用しないというかね、成立しない嘘を作ってすごいなと思いますね。そのトンネルの掘り方ですね、北朝鮮側から韓国に、こう北から南にねこう掘られた、トンネルなんですけども、やっぱね、掘る方向、進行方向があるわけじゃないですか。掘っていくとやっぱりその進行方向に対して分かるんですね。どっちから掘られたんだろうなってやっぱ分かるらしいんですけども、そのトンネルの内部のね状況を見るとね、明らかにね北朝鮮の方から、韓国に向かってねやっぱりトンネルが掘られて開通してたってことが事実としてあったそうです。韓国側じゃ本当に北朝鮮攻め入れようとして軍事利用を目的として掘ったトンネルわざわざ自分で公表しますかっていうこれ話だと思うんですね。でさらになんですけども、第1第2、ここで第3目ということで見つかって、脱北者の方の証言によるとまだトンネルはもっといっぱいあるよと、なんか話によると10個あるだ20個あるだっていうような話らしいです。でちなみになんですけども、今までですねその軍事利用を目的としたねトンネルはね4つ発見されたそうです。はい、それではね、今韓国の DMZ のツアーですね、行ってきました。いや、いろいろとね、ちょっと知らない事実もね、たくさんあってね、特にトンネルのやつなんかめちゃくちゃ驚きましたね。本当知らなかったんでね、まさかあんなことしてるなんてみたいな感じですね。本当にね、ちょっと知らないことはまだまだたくさんいっぱいだなっていうのもね、改めて実感させられました。でもね、やっぱ新しいこと知るのはね、めちゃくちゃ面白いかなって思います。はい、ではね、今日はね、こんな感じでね、動画終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。はい、それではね、皆さんね、ここまでね、動画の方をご視聴いただきありがとうございます。
今回なんですけども、動画の、本編はね、ここで終了になります。で、この先からなんですけども、僕がね、ちょっと韓国、旅した中でですね、DMZ 今回行ったんですけども、そこについてね、少しね、補足というか、裏話というか、そんなのをね、少ししたいと思いますのでね、本編だけの方はね、また次回の動画でお会いしましょう。でね、またここからお話聞いていただける方ね、よろしくお願いします。今回ですね、韓国、旅をした理由なんですけども、もちろんね、もともと行ってみたかった、隣の国ですからね、行ってみたかったっていうのも一つなんですけども、一番の目的はですね、やっぱここ DMZ、肉眼でね、北朝鮮が見れるということでしたので、一番行きたかった、場所でした。で、あと、僕ね、韓国にね、何人かね、友人がいて、韓国というか、その北朝鮮と韓国のこととかもね、ちょっと話して聞いてきたんですけども、ちょっとセンシティブな話題になるというか、これがリアルなんだなっていうふうに思います。で、まず一つ目なんですけども、北朝鮮の方、今回 DMZ 関係なんでね、ちょっと北朝鮮の方の、質問をしたんですけども、北朝鮮の方に、会ったことあるかっていう話を聞いたんですけど、何人か聞いて、一人も会ったことないよっていうふうに言ってました。で、そのお父さんお母さんとか、おじいちゃんおばあちゃん、あと周りの人とかも、どうなのっていう話聞いたんですけども、その友達たちは、いや、一回も会ったことないっていうふうに言ってました。でなんかこう日本でもね、脱北のニュースとか北朝鮮のニュース結構こう頻繁に流れてますけども、北朝鮮と接している国ではありますけども、脱北者の方にはね、一回も会ったことないっていうふうに言ってましたね。なんかちょっと意外だった気がします。で、あとですね、これもね、すごいセンシティブな話題というか、どうなのかっていうふうな思うんですけども、実際にじゃあ、もう一つ質問出したんですけども、北朝鮮と韓国統一したいっていうふうにね、僕ちょっと友達に聞いてみたんですよ。で、そしたらね、またこれもね、ちょっとこう面白いというか、なるほどなっていうのがあって、僕の友達全員ですね、回答はですね、ノーでしたね。理由としてはなんですけども、もう別の国だよねっていう感覚らしいですね。同じもともと民族としては同じだし文化とかも一緒だけども、もうやっぱり第二次世界大戦後、韓国、北朝鮮と、お互いにね独立して、もともと同じ民族ではあるけども、もう文化的には全然違うよね。似てる似通ったりとかベースは同じだけども、その上に成り立ったものってのは全然違うよねっていうようなやっぱ感覚らしいです。なんで、僕たちの若い世代、30、40、20から40ぐらいの方たちはですね、もしかしたら、別にそんな統一というふうには思ってないのかなっていうような印象でしたね。ちょっとこれもね、正直、びっくりしました。僕はね、勝手に統一したいと思ってたんで、その両国がね、と思ってたんですけど、実際の生の声聞いてみると、そうじゃないっていうことをね、僕の友人たちはね、言ってました。で、ここから僕の考察にはなるんですけども、仮にですけども、じゃあ韓国と北朝鮮統一したらじゃあどうなるかって言った時に、僕は東ドイツ、あと西ドイツの二の舞になるんじゃないのかなって正直思ってます。どういうことかっていうと、東ドイツ、西ドイツ、もともとベルリンの壁を経て、2つの、1つの国が、第二次世界大戦後こう2つに分かれてたと思うんですけども、結局その、なんでしょうね、結局その上に、ベースは同じでも上に成り立った国っていうのは全く違うものになっちゃったんで、結局そのベルリンの壁が崩壊して一つに統一した時に、やっぱりこういろいろといざこざというか、正直格差が多分出たと思うんですね。で、格差ってどういうことかっていうと、結局そのベルリンの壁が崩壊して西ドイツと東ドイツじゃあ一緒になりましたよっていうふうになりましたけど、結局東ドイツの方が経済的にはやっぱりこう、困窮してたというか、経済レベルひどかったわけじゃないですか、その当時。で、西ドイツはやっぱりアメリカの支援があったんで、やっぱりこう栄えてたんですけども、やっぱりロシアからの支援であった東ドイツっていうのは結構貧しかったっていうふうに、ニュースとかね、歴史の書にも書いてあります。でね、それがじゃあ一緒になった時にどうなるかっていうと、こう栄えてた西ドイツの経済が結局その貧しかった東ドイツの経済レベルに引っ張られちゃうんですね。なんで結局そのうわー統一したやったっていうのは確かに歴史的な快挙だったと思うんですけども、実際のところじゃあ蓋開けて見てみた時にこう経済的にはちょっとこう引っ張られて低迷しちゃったみたいなところもあったっていうふうに聞いたんですね。でそれを踏まえると、今じゃあ韓国と北朝鮮非常になんかその経済レベルとかを見た時にその東ドイツ西ドイツと似てるんじゃないかなって思っていて、で仮にじゃあこれが統一するとおそらくなんですけども、韓国の経済レベルが多分北朝鮮の経済レベルに引っ張られちゃうんで、こうちょっと沈むのかなっていうような印象ですね。であと北朝鮮側からすればキム・ジョンウンは確実に統一したくないですよね。やっぱりキム王朝を存続させるための
今の体制だと思うんで、結局その統一すると、独裁主義から民主主義に変わっちゃうんじゃないですか。でそうすると結局じゃあどうなるかっていうと、キム・ジョンウンは確実に失墜すると思うので、そんなこと嫌ですよねっていうふうになると、韓国北朝鮮両国はね、こう統一を掲げてる部分があると思うんですけども、現状厳しいというか、実現はちょっとしないのかなっていうような印象ですね。これからね、指導者が変わったりとか、あとなんでしょうね、こう歴史的な、見直しもね、いろいろとされてきた上ではね、もしかしたら統一っていうのはあり得ると思うんですけども、今現在の僕の友達の話とか、自分のちょっと考察も含めちゃいましたけども、踏まえるとね、北朝鮮と韓国両国がね統一するのはどうなんだろうなっていうのがね、僕のちょっと今回旅を通しての印象でした。あくまでもね、これは私の意見でちょっと間違ってるところももしかしたらあるかもしれないので、こう思うよみたいなとか、いやこうじゃないっていうところあればね、コメント欄でね教えていただければね嬉しいかと思います。